コロソさんが、スポンサーになりました。なんと、講座かと思った。違うんだよな。添削おじさんやってると、まさかの、スポンサーになってくださいました。というわけでね、こちら、じゃんコロソ T シャツを着ることになりました。ちなみにコロソさんというのはどういう会社さんかっていうと、まあみんなご存知だと思うんやけども、コロソは業界トップクラスの専門家のノウハウをオンラインで学ぶことを目標に作られたビデオオンデマンドオンライン教育サービスです。コロソはスペイン語で巨匠という意味を持つ言葉。各業界の巨匠を目指すきりという感じなんですわ。あ、そうだそうだ。今なんと私の大親友じゃないかもしれない。ちょっと持っちゃった。イクシーさんもね、ちょうど講座発表されておりますので、これを機にちょっと見てみたかったな、みたいなやつを買ってみてはいかがでしょうか。はい。これからは、コロスさんがスポンサーになってくれたので、定期的にね、優しい添削ができたらいいなって思っておりますので、ぜひ今後とも、掲げの添削配信、切り抜きとかも、よろしくお願いいたします。はい。よし、ありがとうございます。はい。では今日はね、この辺で終わりたいと思います。また、次回の添削もお楽しみにください。では、どのようにイラストで稼いでいけばいいかみたいな具体的なお話をさせていただきます。ただ、このお話をさせていただく前に一つ注意点があるんですが、別に全ての人がこのようにイラストで絵を稼がなければいけないってことはなくて、本当に趣味で楽しくやっているか、ほどほど稼げればいいとか、これ一つではないってことだけは、まず確認させてほしいです。あくまで一例として参考程度に聞いていただけると助かります。実際にセクション5のやり方などを参考に、ある程度のフォロワー数を獲得はできたのですが、その後の絵のお仕事とかに結びつかないよっていう方に対してのお話を今からさせていただきます。まずフォロワーの中身の話からさせていただきます。ちょっと4つぐらいまとめてお話しさせていただきます。まず最初に、ただフォロワー数が多ければいいのかって話。これに関しては、単純にうまくいってると、もう数多く見てきてると思うのですが、中にはフォロワーが10万人いたりとか、20万人いたりしてるのに、あんまり生活が大変そうだな、みたいな人もいれば、フォロワー数は全然いないのに、すごい仕事をうまくいってる感じがして、っていう方もいらっしゃると思います。なぜこういうことが起きるのかについて説明させていただきます。これに関しては、いろいろな要素があるんですけど、言い方が悪いですけど、中身がないフォロワーっていうものがあります。これに関しては、例えば、流行りのジャンルで、それか他のインフルエンサー、他にもいろいろあるんですけど、こういった方々にリポストされたとか、このジャンルでタグつけて、こういうので伸びたっていうパターンがあったりするんですが、こういうパターンで伸びた場合っていうのは、元々のこっちのファンから指示を受けたりとか、インフルエンサーさんの知ってる方がまたたまたまいいねしてくれたみたいなことで、これ自体は問題ないんですけど、こっからこの2つの影響を受けずに描いたイラストとかが極端に伸びなかったりすることがあると思います。ただこれはそんなに問題でなくて、何が問題かっていうと、この次描いたイラストとかのいいね数とかにちょっとショックを受けてしまって描かなくなるのが問題で、これはここで続けてこういった作品や他のインフルエンサーさんの影響とかではなく、自分自身に興味持ってもらって、その興味持ってくれたフォロワーを獲得していくというのが重要になります。で、さっきみたいな人気ジャンルや人気のインフルエンサーから離れても自分を応援してくれる人数が、例えば10万人の中にどれだけいるかみたいなのが重要になってきます。その自分のファンっていう、これは他の方々がおかしいってわけじゃないんですけど、いわゆる質の高いフォロワー。他の人は質が低いってわけじゃないんですけど、自分にとって質が高い。これがすごい多分うまくいってない人は少ないと思います。
100人もいないかもしれないです。人気ジャンルを書いたらやっぱりバズるんですけど、ちょっとでも外れて、例えばマネタイズ寄りのイラストを描いてみたりとか、ちょっと企業案件いただいた時にその案件のイラストを上げても全然反応してもらえないとか、そういうパターンの場合っていうのは多分こういうパターンで、ここら辺の方が極端に少ないからいまいちうまくいかないっていうパターンだと思います。タイムラインとかに自分の興味ないポストが回ってきた時はさすがにやっぱりみんな反応しないと思うんですけど、その状態です。直接その人を見ようと思って見てるわけではないので、結果的に多くの人数を獲得しているのに結びついてないところですね。じゃあこれどのようにしていけばいいのかっていうんですけど、これに関してはサブスクリプション応援されるにはって話になってきます。自分のコンテンツに対してお金を払ってもらうっていう個人の食べ方とか、依頼を受けたり自分で作品出したり、これは商品を買ってもらうパターンになります。これはサブスクじゃないんですけど、問題なのはここなんですね。応援されるにはってところで、ここがやっぱりうまくいってないパターンがあります。先ほどのお話で質の高いフォロワーが獲得できない理由をここでも説明させていただくんですけど、この人をフォローしてこの人のタイムラインを見るっていうメリットを提示できてないことが多いです。メリットみたいなのを考えてなくて、なんとなく作品を作っちゃったりとか、なんとなくページを作ってしまったりとかして、実際そのメリットが享受できてないんで、なんかうまく結びつかないってことになるのかなと思います。じゃあそのメリットっていうのは何なのかっていう話になってくると、これは単純で、自分を見てくれてる人が欲しいものを提供し続けないとダメなんですね。その1回とか2回じゃダメで、その中でだんだん認知が始まってくると思うんですよ。やっぱりこの人また書いてくれてるなみたいな。それに移ってきたタイミングとかでこれでメリットを提示しなければならないですね。例えば主流なのが高解像度のイラスト、サブスクサイトで例えば PSD ファイルとか大きいファイル画像を載っけるみたいなことでやられてる方がいらっしゃるんですけど、これはちょっとうまくいってる人もいらっしゃるんですけど、厳密に言うとこれはちょっと難しいです。なぜかっていうと、あんまりメリットとして一般の方には刺さらないんですよね、これに関しては。でもうまくいってる人がいるじゃないかって方はいらっしゃるんですけど、ここの質の高いフォロワーが多い方がやってるのでうまくいってます。だから正直な話、駆け出しの人間がやってもこれに関してはメリットが提示できていないです。なぜならそんな言い方悪いですけど、よくわかんないイラストレーターとか漫画家さんの PSD に関しては本当に興味がないので、皆さんだからどうすればいいかっていうと、例えばじゃあこの質の高いフォロワーどうして増やせばいいかっていうのがあるんですけど、これに関してはもう本当にすごい原始的な話なんですけど、メリットを先ほど言った享受できるのは何が一番いいかっていうと、やっぱりこれに関しては一番アマチュアだったりとか駆け出しの人がプロに勝てる確率が高い分野であって、サブスクページに対して、もちろんこれで主流でやってる人は別なんですけど、これに関しては明確に駆け出しの人が勝てる唯一の場所なんで、本当にここはすごい頑張ってみてほしいですね。最初登録者が一人もいなかったとしても、同じイラストでも異なって見せる方法。こちらではトリミングによる違いやポージングによる違い、またつまらない絵とはについて解説していきたいと思います。よろしくお願いします。ある程度ちょっと絵を用意してきたので、こちらのイラストを使ってポージング、トリミング、つまらない絵などの話をしていきたいと思います。先につまらない絵について解説していきます。ちょっと言い方悪いんですけど、すごくちょっと言葉が強くて申し訳ないんですが、割とよくありがちなんですが、女の子描いてもちょっと証明写真みたいになってしまっているということがあって、これ単体でポンって上げて、バズる人もいるんですけど、そういう人っていうのはもともと知名度があったりとか、上手かったりとか、いろいろ初心者ではない人たちが描くと、この人が描いてくれたみたいな特別感があるんですが、絵の描き始めの人とかがこういうイラストを上げてもやはりちょっと棒にも箸にもかからないというか、なかなか目立つのは難しいので、実際にどのようなポージングやトリミング、またイラストに手を加えていけば見てもらえるイラストになっていくのかっていうのを少しずつ解説していきます。まずこれが一番ちょっと僕がダメな例で表示しているんですが、顔はとりあえず無表情みたいな感じで、ポーズも特に撮ってない、いわゆる僕が言ってる証明写真みたいなイラストになってしまうんですが、このパターンだと本当に先ほど述べたように特定の人じゃないとなかなか難しいですね。じゃあどのように変化していけばいいかっていうと、まずちょっとしか変わってないんですけど、あらかじめこうです。違いがわからない人もいるかもしれないんですけど、ちょっと肩をすくめて手を後ろに回しているっていう形になってます。
。これだけでも全然、実はパッと見の印象すごい変わるんですね。この2番目のイラストだと、ちょっと女の子らしさみたいなのが出て、で、そっからさらに表情をつけていきます。少しやれやれみたいな笑顔なんですけど、さらにちょっとここにポーズをつけていきます。で、さらにこのポーズつけるんだったら、最終的には、はい、このように。同じペースなんですけど、ちょっと動きがすごい出てるの分かりますかね。これぐらいやると、すごい絵にもストーリー出てきて、なんか可愛いなってなると思うんですよね。1と比べる。ほとんど画力的には変わってないんですけど、やっぱりポージングの違いとか、表情の違いってすごいよく出ると思います。これだけ見るだけで。どうでしょうか。これがポージングの重要性がちょっとよくわかるイラストかなと個人的には思っています。実際にイラストを描くときにやっぱりただキャラクターを描いただけみたいになると本当に見てもらいづらいんですね。で、じゃあどうすればいいかというとやはりパッと見で状況がわかる。これがやっぱり重要じゃないかなって思っています。パッと見の印象っていうのは。案件とかでこういう最初の方のイラストが求められることはもちろんあるんですけど、こと SNS などの趣味として描くイラストや自分のポートフォリオとして使うイラストに関してはやはりこちらのような状況がわかる絵をどんどん作っていった方が望ましいのかなと思います。次にレイアウト、トリミングの話に入っていきます。このままアップしてもいいんですけど、トリミングとレイアウトの関係をしっかり考えた方がよくて、実際にちょっと妥当だなと思うレイアウトをこうやって考えてきました。余白とかの関係も含めて僕はこれぐらいのバランスがいいかなと思ってます。これの位置とか。で、なんかね、よくあるめちゃくちゃ絵が上手いんですが、あんまりバズってないなって人がありがちなんですけど、例えばこうなってたりとか。結構あるんですけど、上手い人でも。これ真ん中なんですけど、で、実際スマホで見ても確かに収まりはいいんですが、やっぱりパッと絵見た時の印象が、こっちよりも情報量が少なくなったりとか、結果的にバズりにくかったりするので、同じイラストでも。こちらとかですね、これも妥当な範囲にしたんですが、これとかだったら、例えば、こういう感じにしてもですね、問題なのはたまにあるんですが、これ結構見かけますね、実は。せっかくいい絵描いてるのに、レイアウトが悪すぎて、あんまりうまく見えなくなってしまうってパターンがあるので、これもこういう感じだったらいいんですけど、ただこういう風にした場合は、背景とかも描くなら、こうやって背景も、こういうのも考えて、レイアウトを含めてちょっとトリミングっていうのはちょっと重要なので、辛いかもしれないんですが、見栄えが良くないのであれば、重要だと思います。こういった話を参考に、自分の絵がちょっとつまらなくなったらいいかなっていうのを確認した方がいいですね。あとやはり単純に無表情自体が描きやすいっていうのをちょっと拍車をかけているかなと思います。これに関しては。無表情の絵って良くも悪くも描きやすいんですね。じゃあなんで笑顔とか顔変えていくと難しいのかっていうのを解説していきますけど、目は大きいままってことはほぼありえないわけなんですよね。だからこの場合ちょっと今笑顔にしますが、口だけこうやって笑っている。これも良くないですね。正直な話言いますけど。こういう絵描く人いますよね。言い方悪いんですけど、こういう絵でも良くないです。これだと、これでも可愛いって言ってくれる人はいるんですけどね。だからこっからじゃあどうやって可愛くするかっていうと、やっぱり笑顔になったら、こんにちは、カニクボしみと申します。普段はカニ集合というアカウントでイクシー先生の切り抜きチャンネルを運営しています。今回はイクシー先生のホロソ講座の個人的なおすすめポイントを3つ発表します。1つ目、初心者にも分かりやすい内容。難しい言葉がなく基礎的な部分が多かったと思いました。おすすめなのはイラストを始めたてで可愛い女の子の絵が描きたい、アニメ塗りが好き、X に投稿して500いいねぐらいはもらってみたいなぐらいの人にちょうどいい難易度だと個人的には思いました。特にセクション4の証明写真の5段階進化の話と手の講座がお気に入りです。私は切り抜きの動画を500本以上作っているので、さすがに知ってる内容ばっかりだろうなと覚悟してお布施のつもりで購入したんですけども、全然後悔のない内容でした。普段配信に映っていない 3D や写真からラフを起こす部分とか、初めて聞く内容もまだまだあって、とても満足する内容でした。2つ目、絵が可愛すぎる。説明で描かれていく表情豊かなオリキャラの女の子たちがとにかく可愛すぎる。もともとイクシー先生の絵柄のファンなので、本当にもうメイキングが見えるだけで大満足というか。3つ目、イクシー先生のプロフェッショナルな部分が見える。
いや、いつもの適当なフィーリング回答はどこ行ったんだよとか、真面目に喋りたんかいってそう思いましたけど、普段の面白い感じの YouTube のズバズバ返答するのはちょっと薄くて、本当に第一線で活躍するイラストレーターの先生なんだなという面が、見えました。最初は台本を露骨に読んで緊張してる感じはしたんですけども、途中で台本を捨ててなんか講師業に適応していく様子がとても面白かったと思います。以上です。ありがとうございました。